2023年7月1日、新しい車両区分として特定小型原動機付き自転車が新設されます。これはマイクロモビリティとして注目を集めている電動キックボードに対応したもので、この交通ルールが始まると、基準に適合する電動キックボードは運転免許がなくても乗れたり、ヘルメットの努力義務や歩道通行など、さらに利用しやすくなります。しかし、運転免許を持っていても意外と分かりにくい交通ルールがあります。今回は、電動キックボードに乗りたい人も乗らない人も、運転免許を持っている人こそ押さえておきたい交通ルールを重点に、分かりやすく解説します。ただし、この新しい交通ルールが始まるのは2023年7月1日からですのでご注意くださいね。この動画では特定小型原動機付き自転車を特定原付、それ以外の原動機付き自転車を一般原付と呼ぶことにします。動画の内容は1、特定原付とは車体の大きさや構造など特定原付の要件と保安基準などを解説します。2、特定原付を公道で乗るためには運転者の資格、運転前の準備などを解説します。3、知っておきたい交通ルール。特定原付は道路交通法上は車ですので、原則は自動車や一般原付と同じ交通ルールに従いますが、通行する場所などは自転車と同じ交通ルールです。しかし、普段自転車に乗ることがない人はもちろん、乗っている人も自転車の交通ルール、分かりづらくありませんか？取り締まる側も自転車であれば見て見ぬふりをしていても、電動キックボードは厳しく、ということもあるかもしれませんので、覚えておきたいですね。この辺りをしっかり解説したいと思いますので、最後までご視聴いただければ嬉しいです。それでは最初に、車体の大きさや構造など特定原付の要件と保安基準などを解説します。特定原付とは、原動機付き自転車のうち、車体の大きさや構造が次の基準を全て満たしているものを言います。車体の大きさは自転車と同じで、長さが 190cm 以下、幅が 60cm 以下です。車体の構造も一般的な自転車と同じような性能で、時速 20km を超えて加速することができない構造であること、オートマチックトランスミッションであること、定格出力が 0.6kW 以下のモーターを使用すること、走行中に最高速度の設定を変更することができないものであること、最高速度表示灯が備えられていること、これは点灯か点滅する緑色のランプです。このような基準をすべて満たし、簡単な操作で乗れるものを言います。さらに特定原付は、保安基準に適合するものでなければ公道で乗ることはできません。その保安基準の主なものは、ヘッドライト、クラクション、バッテリーの安全性、最高速度表示灯。これは最高速度の設定に応じて点灯と点滅に切り替わるものです。ブレーキ、これは2系統必要です。方向指示器、離島制動灯、後部反射器、走行安定性。これは段差などを安全に走行できることとされています。スピードリミッター、これは設定した最高速度を超えて加速しない装置で、走行中は設定速度の変更ができないものです。このようなものがあります。なお、速度計やバックミラーの装備は不要とされています。これらの保安基準に適合するものは、性能等確認済みシールが付けられていますので、ご購入の際にはご確認くださいね。ここでご注意いただきたいのは、すべての電動キックボードが特定原付になるのではなくて、これらの要件や基準に合わないものは、2023年7月1日以降も、その車両区分は一般原付か自動車のままですので、車両区分に応じた交通ルールの運転と運転免許も必要になります。ご購入の際は、車体の基準などをよくお確かめくださいね。次に、運転者の資格と運転前の準備などを解説します。特定原付を運転するためには、運転免許の必要はありませんが、16歳未満の人は運転することはできません。そう、免許がなくても乗れますが、原動機付き自転車などと同じように16歳以上の年齢条件があります。また、16歳未満の人に貸し出して運転させることも禁止されています。そして、特定原付は、乗車用ヘルメットの着用が努力義務とされています。必ずしも着用しなければならないわけではありませんが、交通事故の際、自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。次に、基準を満たし、保安基準に適合した電動キックボードを運転するためには、ナンバープレートを取り付けて、自賠責保険に加入します。ナンバープレートは住所地の市町村で取得して、車体の見やすいところに取り付けます。特定原付のものは安全性から車体幅に収まるような従来の原付のものより小型のナンバープレートが交付されます。また、
自動車損害賠償責任保険か自動車損害賠償責任共済、いわゆる自賠責保険の加入手続きは、損害保険会社の支店などやバイクの販売店、郵便局、インターネットやコンビニでもできます。保険料は1年間からかけることができ、長期間かけるほど1年間の保険料が安くなります。そして、自賠責保険証明書は必ず車体に備え付けておきましょう。加入した際に受け取る保険期間の満了を表すステッカーをナンバープレートの見やすい位置に貼り付けておきます。なお、特定原付による事故でも運転者に多額の損害賠償責任を求められることがありますので、いわゆる任意保険にも加入しましょう。それでは特定原付の交通ルールを解説します。特定原付も道路交通法上は車なので、原則として自動車や一般原付と同じ交通ルールですが、通行するところや信号、右折方法などは自転車と同じような交通ルールに従って運転します。ここが特定原付特有の複雑な交通ルールで分かりづらいところなので、この辺りを中心に解説したいと思います。最初は特定原付の通行する場所です。通行する場所は道路工事などでやむを得ない時などを除いて原則として次の場所を通行します。道路の左端によって通行します。左端でないところや右側を通行してはいけません。車道と歩道や路側帯のある道路では車道を通行しなければなりません。車道通行が原則です。この場合も車道の左端によって通行します。車道の左端でないところや右側を通行してはいけません。また、片側に2車線以上ある道路では一番左側の車線の左端によって通行します。右側の車線や中央寄りの車線やもちろん対向車線も通行してはいけません。次は自転車道のある場合です。自転車道とは縁石やガードレールなどによって自動車などの通行する道路と分けられた自転車専用の道路です。自転車道がある場合は自転車道も通行することができます。この場合も左側通行が原則で、自転車と行き違うときは十分な注意が必要です。また自転車道がある場合でも、車道の左端も通行することができます。自転車道とよく似た道路として、自転車専用通行帯があります。どちらも自転車の安全な通行のために設けられた道路ですが、自転車道のように車道と分離されているものではなく、車道の左端の一部を自転車の通行のために設けられた道路です。自転車専用通行帯のある場合は、この通行帯を通行しなければなりません。他の車線を通行してはいけませんのでご注意ください。さて、ここまでをまとめると、特定原付で時速 20km 以下の速度で通行する場所は、道路は左端によって通行します。車道と歩道や路側帯のある道路では車道の左端によって通行します。自転車道がある道路では、自転車道と車道も通行することができます。普通自転車専用通行帯のある道路では、その専用通行帯を通行しなければなりません。他の通行帯を通行してはいけないことになります。ここまでは車道通行の原則についての内容でしたが、例外として歩道や路側帯も通行できる場合があります。それが、特例特定小型原動機付き自転車として、速度設定などを切り替えて通行する場合です。ここから特例特定小型原動機付き自転車を特例特定原付と呼びます。特例特定原付も車体の大きさや構造、保安基準は特定原付と同じですが、速度設定を時速 6km 以下にして、最高速度表示灯である緑のランプを点滅させて運転する場合は、歩道や路側帯を通行することができます。ただし、すべての歩道や路側帯を通行することができるものではありませんのでご注意ください。通行することができる歩道は、この道路標識のある歩道です。通行できる歩道が道路の両側にある場合は、どちらの歩道も通行できます。歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を通行します。車道から離れた部分を通行してはいけません。また、道路表示により、普通自転車の通行する場所が定められた歩道の場合は、その場所を通行しなければなりません。歩道を通行するときは歩行者優先で、歩行者の通行を妨げるようなときは一時停止しなければなりません。他の自転車などと行き違うときは、行き違う自転車を右に見ながら行き違うようにしましょう。また、道路の左側に設けられた路側帯も通行することができます。路側帯とは、歩道のない道路に白線によって設けられた道路の端の部分で、1本の実線の路側帯と実線と破線の路側帯は通行できます。ただし、歩道と違って、道路の右側にある路側帯は通行することができません。左側にある路側帯だけですので、ご注意ください。
そして歩行者の通行を妨げるような時や2本の実線の路側帯も通行することはできません。2本の実線の路側帯は歩行者用路側帯なので通行してはいけません。特例特定原付が通行できる歩道や路側帯をまとめます。最高速度の設定を時速 6km にして速度表示灯を点滅させればこの標識のある歩道を通行することができます。通行するときは歩道の中央から車道寄りを通行するか普通自転車通行指定部分を通行します。また道路の左側に設けられた路側帯も通行することができます。右側にある路側帯、歩行者の通行を妨げるとき、歩行者用路側帯は通行することができません。次は信号機です。信号機は原則として車用の信号機に従って運転します。ただし、歩行者用信号機に歩行者自転車専用の表示がある場合は、歩行者用信号機に従って運転します。また、特例特定原付が横断歩道などを進んで道路を横断する場合は、歩行者用信号機に従って運転します。最後に右折の方法です。どのような交差点でもいわゆる2段階右折をしなければなりません。自転車の右折方法や一般原付の2段階右折と同じ方法です。信号機のない交差点を右折するときは後方の安全を確かめてその交差点から30メートル手前で右折の合図をしてできるだけ道路の左端によって交差点の向こう側まで直進し十分に速度を落として曲がります。そして信号機のある交差点を右折するときはできるだけ道路の左端によって青信号で交差点の向こう側まで直進しその地点で止まって右に向きを変え前方の信号が青になってから進みます。なお自動車や一般原付は赤信号や黄色の信号でも青色の矢印の信号によって右折できる場合がありますがこの場合でも特定原付は停止位置から進むことができません。青信号になるか黄色や赤色の信号でも直進ができる青色の矢印信号になるまで待たなければなりません。これで特定原付のこれだけは押さえておきたい交通ルールの解説は終わりです。最後に当然のことですが特定原付に乗る際にも飲酒運転をしてはいけません。また2人乗りも禁止されています。安全運転を心がけて乗ってくださいね。今回のルール解説でわからないことなどございましたらコメントをいただければ嬉しいです。